いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、サビキ釣りを解説していきます。サビキとは、サビキ仕掛け針の略称で、胴付き仕掛けの一種になります。コマセと呼ばれる巻き絵をカゴに入れて、上下に揺らしながら餌で魚を寄せて、たくさんついている疑似針に魚を誘う釣り方です。釣り竿をしゃくって仕掛けを引くことをサビくということから名付けられた説もあります。海外でもサビキフィッシングリグと呼ばれ、世界でも親しまれています。この授業を受けることによって、サビキ釣りの特徴や釣り方を理解でき、釣り具屋さんなどでの道具の選択、選ぶ力、サビキによる魚の誘い方、釣る力を身につけることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。対象魚、小物から大物まで、仕掛け、上かご、下かご、トリック、コマセ、網エビ、プラス集魚材、この3つについて解説していきます。対象魚、小物から大物までについて解説いたします。対象魚は主に小型のアジ、サバ、イワシなどがあります。道具も安く、手軽に近場の防波堤などで楽しめます。また、簡単な釣り方であることから、初心者や子供連れで楽しめる手軽なレジャーとしても人気があります。一石二鳥で大きな魚を狙う太いハリスのサビキ仕掛けも商品化されて、泳がせ釣りの応用で、サビキ針にかかったアジやイワシなどを放っておくと、ある程度水深のある防波堤なら、スズキやヒラメなどがかかることもあります。釣り場は堤防、港内、河口、磯など比較的足場がいいところであればいろいろな場所で楽しむことができますが、釣り場のルールは必ず事前にチェックしておきましょう。サビキ釣りのシーズンはほぼ一年中楽しむことができます。特にハイシーズンは6月から10月になります。2月から3月が若干オフシーズンにはなります。仕掛け、上かご、下かご、トリックについて解説いたします。主な対象魚の水深は、上層はイワシ、中層は小サバや小アジ、低層に中アジなど、深くなれば大物がいる傾向にあります。釣りたい魚やサイズによって、その釣りに合った仕掛けを選んでみましょう。振り出し万能ロッドでも十分楽しめることができますが、今回はリール竿を紹介させていただきます。まずは上かご式について解説いたします。仕掛けはこのようになります。竿、磯竿、または投げ竿、3.6 メートルから 4.5 メートル。リール、スピニングリール2500番前後。道糸、ナイロン2号から3号。かご、コマセかご、上かご式、サビキ仕掛け、重り5号から15号。上かご式の特徴は5メートル以上の深いところを狙う場合に効果があります。狙った深さでコマセとサビキを同調させることができます。仕掛けを海中に入れるとコマセを入れたまま沈んでいき、狙った深さで竿を上下に動かすことで初めてコマセが放出される仕組みです。仕掛けの上で放出されたコマセはゆっくりと沈みながらサビキ仕掛けと同調していきます。次に下かご式について解説いたします。仕掛けは次のようになります。竿、リール、道糸は上かご式と同じになります。サビキ仕掛けとカゴが上下入れ替わり、カゴ自体が重りになっています。下かご式の特徴は5メートル以下の浅いところを狙う場合に効果があります。浅いところで効率よくコマセとサビキを同調させることができます。仕掛けを海中に入れると、カゴの上側が空いているため、水中に仕掛けを入れた直後からコマセが出始めます。次にトリック仕掛けについて解説いたします。仕掛けは次のようになります。竿、リール、道糸は上かご式と下かご式と同じになります。カゴがなくなり、サビキ仕掛けがトリック専用のものになり、下に重りがつきます。トリックサビキ仕掛けの釣りは、魚の食いが渋い場合に効果があります。針に本物の餌を直接つけた状態で釣りをするため、仕掛けを海中に入れた時に針から落ちた餌に魚が寄ってきて、直接餌、針に
食いつかせることができます。この釣りには専用の余生サイレが必要になります。針の飾りもスキンとハゲ皮があります。スキンは一般的にピンクスキンと呼ばれるもので、カラーはピンクが定番です。コマセ、アミエビと色や形が似ているため、コマセを食べに来た魚を思わず食いつかせることができます。ハゲ皮は魚の皮を使ったもので、白い色をしたものが定番です。水につけると透明っぽくなるため、プランクトンのような半透明な見た目をしているため、本物の餌と思って食いつかせることができます。コマセ、アミエビ、プラス、集魚材について解説いたします。サビキ釣りでコマセ、蒔絵として使用されているアミエビは動物プランクトンの一種であり、大きさは 3mm から 5mm ほどで、ハサミがなく、ヒゲ状の足で藻などを取って捕食しています。常に浮遊しながら非常に大きな群れで生活しており、魚やクジラなどにとって重要な食料となっています。アミエビを巻くと、どんな魚でも群がってきて食べるほど魚を寄せる効果があります。アミエビとよく似ているオキアミも動物プランクトンで、大きさは 2cm から3cm 程度と、アミエビよりもサイズがかなり大きく、見るからにエビらしい姿をしています。オキアミは指でつまんで針に刺せるので、クロダイ、チヌ釣りやグレ釣りなどの付け餌に使われます。サビキ釣りで使用する針は、アミエビをベースに作られているので、蒔絵にはアミエビ入りのコマセを使います。トリックサビキは専用の餌付け機でアミエビを魚に引っ掛けて使用します。冷凍ブロックのアミエビは 500g、1kg、2kg といくつかブロックが販売されています。解凍するには少し時間がかかるので、購入直後に使用することはできません。ビニールに入った状態のまま水につけておくと比較的短時間で解凍することができます。編み込ませには常温保存が可能なタイプもあります。解凍する手間がないため購入してすぐに使うことができます。また家に置いておけるので直接釣り場に行くこともできます。網エビに集魚剤を混ぜることで集魚力が上がり釣果もアップします。集魚剤には余分な水分を吸収してコマセを扱いやすくしたり量を増やす効果もあります。煙幕効果もあり、煙幕によって寄せた魚が離れにくくなります。また、煙幕の濁りによってサビキ仕掛けが見切られにくくもなります。集魚剤のデメリットとしては、集魚力が強すぎることになります。本命以外の魚がたくさん釣れ出したら、使用を少し控えておいた方がいいかもしれません。おすすめアイテムについて紹介いたします。集魚灯、常夜灯など、光の周りは魚が集まりやすく、夜釣りの高ポイントになります。食物連鎖によって光にプランクトンが集まり、プランクトンを食べる小魚を狙うフィッシュイーターの魚などが集まります。持ち運び可能な集魚灯を使えば、岸壁、防波堤の夜釣りで自分のポイントを作ることができます。使用については、周囲の方に迷惑にならないよう気をつけましょう。また、地域や釣り場によって使用が禁止されている場合がありますのでご注意ください。吸い込みバケツ、下かご式で使用します。通常のサビキ釣りは仕掛けを投入する前にスプーンなどの道具を使用してコマセをカゴの中に詰める作業が毎回必要になります。吸い込みバケツがあれば仕掛けを回収してから投入するまでの手返しの時間が大幅に短縮されます。樹脂製のフィッシュグリップ、魚の体表面のぬめりや鱗で手やタオルを汚さずに釣った魚を掴むことができます。樹脂製は海水の影響で錆びることはありません。アジ、サバ、イワシはもちろん、トゲなどがある危険な海の魚を掴むときに使用いたします。蓋付きの水汲みバケツ、アジ、サバ、イワシなどはバケツから何度も飛び出すことがよくあります。蓋がついていると魚が飛び出してしまう心配はありません。また、生かしたままの状態で蓋をして海に投げることもできるため、海水を手軽に交換することができたり、海中に入れてビクとして使用することもできます。三脚、
釣り場でロッドやリールを地面に直接置いて汚れや傷がつくことを防ぐことができます。風などによる転倒を防止するために、重りとして海水を入れたバケツをかけるところがあるものをお勧めします。また、トリック仕掛けの台としても活躍します。今回のまとめです。対象魚、小物から大物までについて、対象魚は主に小型のアジ、サバ、イワシなどがあります。泳がせ釣りの応用で、サビキ針にかかったアジやイワシなどを放っておく一石二鳥を狙った太いハリスのサビキ仕掛けも商品化されています。ある程度水深のある防波堤なら、スズキやヒラメなどがかかることもあります。釣り場は堤防、港内、河口、磯など、比較的足場がいいところであれば、いろいろな場所で楽しむことができますが、特にハイシーズンは6月から10月になります。仕掛け、上かご、下かご、トリックについて、釣りたい魚やサイズによって、その釣りに合った仕掛けを選んでみましょう。上かご式の特徴は、5メートル以上の深いところを狙う場合に効果があります。狙った深さで、コマセとサビキを同調させることができます。下かご式の特徴は、5メートル以下の浅いところを狙う場合に効果があります。浅いところで効率よくコマセとサビキを同調させることができます。トリックサビキ仕掛けの釣りは、魚の食いが渋い場合に効果があります。針に本物の餌を直接つけた状態で釣りをするため、仕掛けを海中に入れた時に、針から落ちた餌に魚が寄ってきて、直接針に食いつかせることができます。コマセ、網エビプラス集魚材について、サビキ釣りでコマセ、蒔絵として使用されている網エビは動物プランクトンの一種であり、大きさは 3mm から 5mm ほどです。網エビとよく似ているオキアミも動物プランクトンで、大きさは 2cm から 3cm 程度になります。冷凍ブロックの網エビは 500g、1kg、2kg とブロックが販売されています。網コマセには常温保存が可能なタイプもあります。網エビに集魚材を混ぜることで集魚力が上がり、釣果もアップします。煙幕効果もあり、煙幕によって寄せた魚が離れにくくなります。今回の動画は釣りって学べるの教科書、ブログにて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。サビキ釣りが釣果アップやファミリーフィッシングの手助けに少しでもなれれば幸いです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。